皆さん、こんにちは。ひなです。いつもポッドキャストを聞いてくださってありがとうございます。このポッドキャストでは、主に JLPT N1 から N2 レベルの学習者の方に向けて、日本語で様々なテーマについてお話ししています。トランスクリプトはパトレオンでダウンロードできますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。私が普段話しているスピードなので、ちょっと聞くのが難しいという方は、トランスクリプトで内容を確認してください。突然ですが、皆さんは自分が今置かれている環境があまり良くなくて、毎日辛いなぁと感じるとき、どうしていますか？私はそういうとき、まず信頼できる人に話を聞いてもらうことが多いです。ただ、共感してもらいたいだけのときは、愚痴のようになってしまうこともありますが、それでも誰かに話すだけで少し気持ちが軽くなるんですよね。本当はその環境から離れることができれば一番いいのかもしれません。とはいえ、学校や会社というのはそんなに簡単に辞められるものではありませんよね。人間関係やお金の問題もありますし、もう限界だと感じていてもすぐには動けない人の方が多いと思います。そんな時、私は占いで現状や将来のことについて見てもらったり、神社へ行ったりすることがあります。私自身、占いやスピリチュアルな話を比較的信じやすいタイプではあるんですが、言われたことをすべて鵜呑みにするのは危険だとも思っています。なので、自分の心が少し軽くなるような言葉だけを受け取るようにしています。だから、未来を完全に当ててもらいたいというより、大丈夫だよと背中を押してもらいに行っている感覚に近いですね。それから神社にもよく行きます。私は特定の宗教を信仰しているわけではありませんが、目には見えない存在というものはある程度信じています。神様の前でお願い事をしたり、自分の目標を誓ったりすると、ちゃんと行動しようという気持ちになれるんですよね。普段の行いが悪いまま、自分の都合のいい願いだけ叶えてもらおうとしても、そんなに甘くはない気がします。だから私にとって神社は、お願いをする場所であると同時に、自分自身を見直す場所でもあります。日本では神社によって祀られている神様が異なります。例えば、いい人間関係や恋愛を願う人は、縁結びの神社に行きますし、試験を控えている人は、学業成就の神社に行きます。安産祈願で有名な神社もあります。このようにそれぞれ目的に応じて参拝する場所が変わるのですが、今日はその中でも少し不思議で少し怖い話をしたいと思います。それが縁切りの神様です。皆さんは縁結びという言葉は聞いたことがあると思います。では、縁切りとは何かわかりますか？その名前の通り、不要な縁を断ち切るためのものです。ここで嫌いな人と離れたい時に行く場所なんだと思った方もいるかもしれません。もちろんそういう側面もあります。ただ実際にはそれほど単純な話ではありません。ある人が職場の人間関係に強いストレスを感じていたそうです。そしてあの人さえいなくなれば自分は楽になれると考えるようになりました。そこでその人は縁切り神社へ行って、その相手と離れられますようにとお願いしたそうです。結果としてその願い自体は叶いました。ただし想像していた形ではありませんでした。辞めたのは相手ではなく自分だったんです。その人は突然会社を辞めることになって、収入も不安定になってしまいました。確かに苦手だった相手とは離れられました。でもその結果、自分自身の生活まで苦しくなってしまったんですね。つまり、縁が切れるという結果だけ見れば願いは叶っているんですが、そのプロセスや代償があまりにも大きかったんです。その話を聞いて、私はすごく考えさせられました。
結局誰かを不幸にしたいという感情を強く持ち続けることって、相手より先に自分自身を苦しめてしまうんですよね。それに人を嫌いだと思っている間って、頭の中ではずっとその人のことを考えている状態じゃないですか。つまり、嫌いな相手に自分の大切な時間や感情を支配されているとも言えるんです。だからこそ、本当に大事なのは、相手を不幸にすることではなくて、自分が苦しみから解放されることなんだと思います。人間関係の悩みって、相手そのものだけが原因ではなくて、価値観のズレや考え方の違いから生まれることが多いですよね。だから、たとえ今目の前にいる相手がいなくなったとしても、自分自身の考え方が変わらなければ、また別の場所で同じ問題にぶつかる可能性があります。そう考えると、あの人が消えますようにではなく、自分が穏やかに過ごせますようにと願った方が、ずっと健全なんじゃないかなと思うんですが、皆さんはどう思いますか？つまり他人軸、他人を中心に考えるのではなくて、自分軸、自分を中心に考えることで物事を見るのが大事ということですね。ここまで聞いてちょっと怪しい話だなと感じた方もいるかもしれません。でもこういう考え方って信じるかどうかが重要なのではなくて、自分の心をどう整えるかという話なんですよね。もちろん何を信じるかは人それぞれです。占いを信じる人もいれば、全く信じない人もいると思います。それでいいと思います。ただ、どうせ同じ時間を過ごすのであれば、少しでも心穏やかに過ごせる方がいいですよね。だからこそ、いつも苦しいことばかり考えてしまう人は、相手を変えようとするよりも、自分の視点を少し変えてみることの方が、実は大切なのかもしれません。嫌いな相手のために時間や感情を使い続けるより、自分が好きなことや自分が安心できることに意識を向けてあげる。その方がきっと毎日は少し楽になるんじゃないかなと私は思います。ここまでたくさん話してきましたが、皆さんはどう考えますか？よかったらコメントで教えてください。もしよければ皆さんの国にもこんな場所がありますとか、こういう時にこんな場所に行きますっていう話があればそれも教えてください。では今日はここまでにします。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。